皆さんこんにちは。このビデオでは日本語の清濁についてお話しします。まず、濁点、半濁点とは何でしょうか？濁点はこの右上にある2つの点のことです。半濁点は右上にある丸のことです。次に、濁音、半濁音、清音について考えます。濁音は濁点がついた音です。が行、座行、打行、馬行の音はすべて濁音です。半濁音とは半濁点がついた音です。これはパ行の音です。そして清音とは濁点、半濁点がついてない音すべてです。か行、さ行、た行、は行。その他、あ行、な行、ま行、や行、ら行、わ行、んも清音に加えることがあります。しかし、このビデオではこれらの音については考えません。それではもう少し整理して考えましょう。濁音、半濁音、清音を有声子音と無声子音で分けるとこのようになります。有声子音とは声帯が振動する音です。無声子音とは声帯が振動しない子音のことです。これらをもっと簡単にしてみましょう。有声子音とは、が行、座行、打行、馬行の子音です。そして、それに対する無声子音は、か行、さ行、た行、ぱ行の子音です。有声音と無声音について考えてみましょう。有声音は声帯が震えます。この赤いところが声帯です。今、声帯は震えていないので、これは無声音です。声帯が震えると、こうなります。この時に有声音になります。次に、無気音、有気音ということについて考えてみましょう。中国語や韓国語には、有声、無声の区別がありません。しかし、その代わり、無気音と有気音の区別があります。無気音とは、発音するときに息が強く出ない音です。有気音は、発音するときに息が強く出ます。日本語には無気音と有気音の区別がありません。有気音は発音するときに息が強く出ます。では次に中国語話者が日本語を話すとき、どのような問題があるか考えてみましょう。まず、声音が濁音になってしまうという問題が考えられます。それから、濁音が声音になってしまう。このような問題も考えられます。声音が濁音になってしまう。これはどういうことでしょうか？声音が濁音になってしまうのは、その音が無気音、あるいは無気音と有気音の中間に聞こえてしまうからです。この問題を解決するためには、無気音に聞こえても有気音として発音してみてください。そうすれば日本人には声音に聞こえるようになります。その時、息の強さは弱めにしてください。では具体的な例で考えましょう。私がわだしになってしまう。
まず、漢字をひらがなに直して、濁点があるかどうか確認してください。私、これは他に濁点がありません。ですから、他が無気音に聞こえるかもしれないけれど、弱めの有気音として発音してください。そうすれば、私になりません。私と聞こえるようになります。次の問題です。濁音が静音になってしまう。濁音が静音になってしまうのは、無気音を発音する直前に息を止めてしまうからです。語頭が濁音だったら、突然発音せずに、まず声帯を震わせてから息を止めずに発音してください。また、語中に濁音がある場合は、その直前の母音を無声化させないでください。では、語頭の場合を考えてみましょう。大学が退学になってしまう。この場合は、下に書いてあるように、軽く、と言ってから、息を止めないで、大学と言ってください。ですから、大学。この時のを軽く言います。大学。このように言ってみてください。ポイントは、息を止めないで、だということですね。次に、語中のそうですが、そうですかになってしまう。この問題を考えましょう。そうですがのすの母音は無声化させないでください。つまり、すのうは発音してください。そして、がの G の音ですね。子音の音は無気音で発音してください。そうですがとなるはずです。最後に微濁音についてお話しします。日本人が画行音の子音を発音するとき、鼻から音が出ているように聞こえることがありませんか？これを微濁音と言います。例えば、助詞のがのように聞こえることがありませんか？また、卵が卵のように聞こえることがあると思います。この時のがやごという音を微濁音と言います。微濁音にはルールがあります。微濁音にならない画行の子音についてお話ししましょう。まず、語頭は微濁音になりません。語頭というのは言葉の最初です。学校、我慢、ゴミ箱。これらは微濁音になりません。ですから、学校、我慢、ゴミ箱。このような発音にはなりません。次に、数字、擬態語、擬声語、外来語。これらも微濁音になりません。例えば、15。これは15にはなりません。ゴツゴツ。これもゴツゴツにはなりません。ゲラゲラ。これもゲラゲラにはなりません。エネルギー。これはドイツ語ですね。エネルギーもエネルギーにはなりません。微濁音を発音する日本人は少なくなってきています。ですから、皆さんが発音できなくても問題はありません。でも、もし皆さんが微濁音を発音できるのであれば、そうですがのがを微濁音で発音してみてください。
そうすると上手に聞こえるかもしれませんよ。清濁のまとめです。濁音の子音は有声子音で、かなに濁点があります。漢字をひらがなにして濁点があるかどうか確認してみてください。濁音が無気音、静音が有気音ではない場合が多いです。静音を発音するときには弱い有気音で発音してみてください。濁音を発音するときには直前の母音を無声化させないでください。そして直前で息を止めないようにしましょう。微濁音にはルールがあるので気をつけてください。清濁は難しいかもしれませんが、頑張って練習してみてください。